皆さんこんにちは、くまパンチです。前回のサイスガード PVP の動画のご視聴本当にありがとうございました。今回は全キャラ最多の技と効果力が魅力の運針の PVP 解説を行っていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけると幸いです。まずはスキルセットを見ていきます。右の10個のスキルを使っていきたいと思います。こちらは崩落剣採用型のもので、分身突撃と空中からの粘弾を抜いたものとなっております。あとは運針のスキルでよく見かけるスキルを採用しています。弱滅などですね。あとは三化粧や魂分離なども採用しています。で、今回の解説動画を作っていて思ったことなのですが、このゲームの技の名称なんですけど、ちょっと浸透していない部分が、多い部分があるため、略称で呼んだ方が分かりやすい部分があるため、スキル解説ではそちらで呼びたいと思います。ご容赦ください。スキルセット2では、体無の境と崩落剣を入れ替えたものを採用しています。まずは通常攻撃になります。最速で2回連続でつながりますが、タイミングがかなりシビアとなっております。オンラインだと落とすことも多いです。で、距離が離れていても最速でつながるみたいなんですが、なるべく近くの方がつながりやすいです。地上空中2回目でつなげれますが、2回目をすると後隙が生まれやすいです。それではスキルを見ていきたいと思います。まずはエネルギー召喚。こちら鶴形態と虎形態があります。続いては勾玉飛ばし。そこそこ威力が高くて追尾性能も高いです。開幕から積極的に放っていきたい技になります。仕掛け技のレオパルドパウンス。距離を詰めたり敵をいなして逃げるときに使います。お次は粘玉飛ばし。トラモードでは3方向、鶴モードでは1方向に飛ばせます。鶴の方が威力が高めとなっております。で、こちら距離を測ってみたのですが、検証したところ距離はほとんど変わりませんでした。続いて運針のメインウェポンの弱滅について解説していきたいと思います。追尾性能はかなり高いです。で、略称はいろいろあるみたいですね。弱滅、トラパンチ、ビッグバン、インパクトなどと呼ばれています。鶴モードではレーザービームです。弱滅があるので基本レーザービームは使わないのですが、行動範囲を狭めるのにありかもしれません。両方とも高火力の威力のものになっています。優秀な仕掛け技の崩落剣。チャージ可能で空中ではチャージができずに即時発動となっております。コンボ指導にかなり使えます。運針の2つ目のメインウェポン、魂の離脱となっております。魂分離などと呼ばれていますね。かなりの威力があってコンボの締めに最適となっています。鶴モードの魂分離では相手の分身が出るため、なるべく分身と本体を巻き込んでダメージを出したいところです。分身だけでも攻撃ができます。連击の大玉についてです。
トラモードではゲージがないと途中で終わってしまいます。ゲージがあると最大まで当てることができます。基本こちらはツルモードで使います。技を出しつつ本体も動けるので非常に使い勝手が良いです。ヒット確認からコンボにつなげられるので積極的に放っていきたいですね。距離は測ったところ意外と短めなので近距離で使いたいところですね。で、次がですね、空中からの連弾ですね。地上では通常攻撃につなげることができるんですけど、空中では、スキルにねつなげる必要があります。で、おまけなんですけど、通常モード時のレーザービームについてです。意外に使えますね。リーチもあって方向を変えることができます。こちらはツル形態、トラ形態になってない時に使うことができます。ここからはコンボルートの解説になります。分身のコンボは他のキャラと同様、通常スキル、通常を織り交ぜて使っていきます。基本的には魂分離で分身のコンボは締めたいところです。通常スキル、通常魂分離などですね。相手の補正や残りのエネルギー状況によって途中で臨機応変に魂分離につなげたいところです。レオパルド通常、崩落剣通常、魂分離ですね。空中崩落剣通常、念玉飛ばし通常、魂分離。チャージ崩落剣通常、念玉飛ばし通常、魂分離。ツルモードでも同様のルートで行うことができます。ツルモードの方が、火力が高めになっております。相手の魂も分離できます。ツル飛ばし、レオパルド通常攻撃、崩落剣、魂分離、主流コンボとなっております。ツル飛ばしから途中ダッシュを挟むと安定します。かなりねオンラインの人が使っている印象があります。弱滅からの魂分離ですね。お手軽の最大火力コンボになっています。これを食らうと相手の魂が昇天するぐらいの威力があります。弱滅と魂分離はもう空打ちでどんどんね振っていってもかなり強いですね。念玉落としのコンボになります。通常からの魂分離。天元ハリケーンは、通常攻撃につなげることができるので魂分離につなげます。こちらね運針だけですね、多分通常攻撃につながるの。サブレは壁じゃないとつながらなかったはずです。次はね空中念弾について説明します。ツルモードの、有識無強は、基本使いません。地上からだと、通常攻撃につながるんですけど、空中からだとつながりません。コンボルートも限られたものになっております。空中でのコンボについて、紹介したいと思います。おすすめは、無の境から弱滅ですね。で他には、無の境から、つる飛ばしをして弱滅。で一応レーザービームにも、こちらつなげることができます。ただ多分プロテクトで落ちてきますね。弱滅の補足についてです。基本補正がもったいないのでコンボには組み込みませんが、引き寄せ効果があるので結構ねコンボにもねつなげることができます。
覚醒スキルについてです。ツルモードではかなりね遠くまで飛ばすことができます。トラモードは結構威力が高いので一応ねコンボにもつなげることができるんですけど、ツルモードで追い込みの時に打ったりしますね。最後は実戦での動きになります。開幕はエネ召喚から勾玉飛ばしや弱滅をね狙っていきたいところですね。で受け身弱滅をね結構狙う人が多いのでもう多分ね強いので多分どんどんやっていった方がいいです。あとはつる飛ばしをしてダッシュレオパルドにつなげたりします。開幕から効果力を狙った後はつる飛ばしや粘玉落としで仕掛け技でねコンボチャンスを狙っていきたいと思います。でツルモードトラモードどちらから始めるかはお好みなんですけど、牽制技を打っていくか、いきなりトラモードで弱滅を打っていくかは、個々のスタイルの好みによります。自分だとやっぱりねトラのね弱滅が好きなんでねいきなりもう弱滅をぶっ破していきたいと思っているところです。解説は以上となります。運針はねやっぱね使ってて技が多くて火力も高いのでものすごくね楽しいキャラでした。まだ運針を使ったことがない人はぜひ作ってみてください。今回のアップデートについては特に調整がなかったみたいですね。ちょっと確認してみたんですけど他のキャラは結構弱体化や強化があったんですけど運針についてはねちょっと記載がなかったですね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価いつもたくさんいただいてます。ありがとうございます。励みになっております。また次回お会いしましょう。さようなら。